皆さんこんばんは、ゆうです。もう10月だというのに、昼は暑い今日この頃、まだまだお酒が手放せないってことでやってきたのはくら寿司さんです。くら寿司って昔は一番行ってたお寿司屋さんだったけど、今日は久しぶりに行ってみたいと思います。席について、さあ注文するぞと意気込んでいたら、今はビッくらポンの確率が選べるのね。一皿10円で確率上げれるらしいけど、その分お寿司食べたいってことでそのまま注文することに。まずはつまみになりそうなものを注文していく。あとは安定のビール。なんとビールもレーンで流れてきた。この佇まい、なんかこの箱まるでドンペリでも頼みましたっけって感じですが、早速開けていこう。でもどうやって瓶を開けたらいいのって辺りを見渡したら、なんとこんなところに。なんだかくら寿司は面白いな。瓶ビールに苦戦しつつも、さあ癒しの瞬間へと誘います。今日のビールはどうか。結構うまいので95点ですかね。ってことで乾杯。この瞬間がたまらない瞬間。さあ1品目にやってきたのはエビブロッコリーサラダ。いただきます。なんでこれを最初に頼んだかっていうと、ベジファーストだからですね。このブロッコリーなんですが、上に乗ってるエビのタルタルみたいなやつがとっても美味しい。これだけでお酒が飲めるや。お寿司屋さんって意外と飲めるんだって最近気づいちゃったんですよね。サイドメニューも充実している上にお酒に合うんですよね。と、もっとお酒に合うものがやってきました。ミニコロチキンです。こんなの絶対美味しいに決まってる。はい、これは最高ですね。思わずチキンに拍手をしてしまっています。最高のつまみですね、これは。こういうのってビールに合うんだよな。このチキンはね、小さいのに味がしっかりついてるのが最高。このチキン食べてたらなんか懐かしい気持ちになったんだけど、昔部活帰りとかにこういうチキン食べるの好きだったな。私はほぼ毎日 L チキ買って帰ってたんだけど、今考えるとせっかく運動したのにチキン食べて台無しにしてたよね。でもなぜかそれでも太らなかったんですよね。高校生って胃袋無限大でしたよね。皆さんも部活帰りに食べてたものありますか？そしておつまみとともにビールを飲み切ったところで、お次はハイボール。ハイボールもここから登場されました。しかもまさかのグラス付き？グラスっていうか、よく見たらおしゃれなカップ。この瓶のハイボールも初めて見たな。瓶のハイボールをおしゃれカップに注いで。なんかめっちゃスタバみたいじゃないですか。おしゃれおしゃれ女子。はい、ハイボールを持ってちょっと調子に乗っているようですが、この時周りから見れば、これもしかしておしゃれな何か素敵な飲み物を飲んでるんじゃないのって思われるかななんて思っていました。そんなふざけたことをしていたら、お寿司第1弾がやってきました。最初はだいたいこの2品が多いんですよね。最初はイカオクラ。なんでこれが最初かっていうと、ベジファーストだからですよね。さっきまでの揚げ物はカウントされてないようですね。イカオクラのネバネバ感、なんか好きなんですよね。そしてお次はエビ。これがね、プリンプリン。やっぱりエビは生エビに限る。食感がもう大好きすぎるんですよね。お寿司が2貫決まったところでフィーバータイム。炙りは何でも美味しい。ハワイって食べたことないんですけど、周りに人がいないことをいいことに独り言ばっかりしてますが、お寿司を思う存分頼んで、お寿司といえば日本酒。またドンペリ風にやってきたって言っても、ホストとかキャバクラとか行ったことはないんですけどね。でも今目の前にはこの日本酒、そしてなんとこの、なんということでしょう、机の上に並ぶ寿司の数々。めっちゃ美味しそう。白子大好き、マグロたくあん大好き、エビ皮大好き。
明らかにテンションが上がっているこの女。まずは白子ポン酢から。これはもうとろけて最高でしたね。どのくらい最高かというと、美味しすぎて美味しいもの愛好条約を結ぶくらいには最高でしたね。白子の時期ってまだ先かなと思ってたんですが、まだこの暑い時期に楽しめたのが嬉しかった。ってことでハイボールも完飲。さあハイボールも飲み終わったので日本酒も開けていっちゃう。これ匂いを嗅いでみてるんですけど、匂いは日本酒でしたね。一口飲むとすっきりしていて飲みやすい。ボトルがよく冷やされてるので、今みたいにまだ暑い時期にはぴったり。早速まずはサーモンと合わせていく。サーモンうまー。このサーモンね、程よく脂が乗っててとろける。お次は炙りエビマヨ。これは見ての通り最高。そりゃあチーズとマヨが炙られていれば絶対美味しくなるのよ。そこに私の大好きなエビも加わったら戦闘力高すぎんのよって言ってる間に、お次は縁側と思ったら、はい、残念ですね。とっても大切な部分だけ落としましたね。でもすかさず口に入れると縁側のとろける食感がこれまた最高でパクパクいけちゃう。お寿司が美味しすぎて箸が止まらなくなっちゃってるんですが、お次はつぶ貝。めっちゃポリポリ。これまた美味しくてね、日本酒に合うんですわ。そして日本酒も完飲。いやー、寿司屋で飲むのっていいよね。今は昼間だからそんなにお酒飲んでる人はいないけどさ、たまに平日の夜お寿司食べに行くとカウンターで一人しっぽり飲んでるお兄さん方がいらっしゃるんですよ。そういう方々に美味しい寿司とか教えてもらいたい。寿司屋を本気で楽しんでるんだろうな。そしてお次はマグロたくあん。マグロたくあんはトロだけでも十分美味しいんだけど、そこにたくあんが加わることでもう相性抜群。ちゃんじゃがついてることには気づいてないようですね。日本酒も美味しくて寿司も美味しくて気分は最高でしたね。そして日本酒も進みまくり完飲。早いもので最後の一杯。そして最後は美味しいか不安だったちゃんじゃ。これはつまみにぴったりの味。辛みがよく効いていて美味しい。ご飯に乗っけてもお互い邪魔し合わない感じが良かった。最後締めで何食べるか迷う。担々麺か濃厚味噌ラーメンかな。どうしよう。大好きな締めに迷いつつもちゃんじゃと日本酒を楽しみ余すことなく平らげた後、私が選んだ締めはラーメンって食欲そそる。目の前の濃厚味噌ラーメンにテンションが上がりつつ一口。これはね、ちょうどいい味噌ラーメンって感じ。万人受け間違いない味。でもちょっと物足りないので、ついてきたニンニクおろしを早速入れる。やっぱりラーメンにはニンニクが多い方がいいですよね。ニンニクが入ったスープのちょっと太めの麺をすすれば美味しさ100倍。味噌ラーメンにニンニクが入るとなんでこんなに美味しくなるんだろうか。濃厚と言いつつもやっぱり子供から大人まで訪れるチェーンのお寿司屋さんならではのみんなが美味しく食べられる味なんだけど、そこにニンニクが加わるとラーメン好きが好みそうなラーメンに早変わり。いやー、寿司屋さんに行くとこう毎回ラーメン頼んじゃうんだけど、ラーメンをこうって言った人本当にすごいよな。最初は寿司屋にラーメンなんてって言われただろうに、今じゃチェーン寿司屋には欠かせないものだよ。まっしいて言うならラーメンの量はあと5倍ぐらい入れてほしいな。そんなわけで締めも堪能してスープもしっかり味わったところでごちそうさまでしたってことで、最後のお楽しみ。貯めていたお皿でビッくらポンやるぞ。私実はくじ運が昔からめちゃめちゃ悪いんですけど、今ならいける気がするとワクワクしながらビッくらポンをしたら
あれ？なんで？ビックラポンは残念ながら全部外れました。最後の最後になんだか少し悲しい気持ちになりながらくら寿司を後にしました。ちなみに今日のお会計は3700円でした。さーて、来週のゆうさんは大好きなカレー屋さん。カレー屋さんで初飲み。私の夢の3本です。お楽しみに。